こんにちは、どうもケイコです。インドに戻って数ヶ月、毎日ヨガのクラスでヨガに励んでます。2022年9月に怪我をして人工股関節全置換術高速法アプローチを受けて早1年半が経ちました。今日から何回かに分けて半年前や1年前との体の状態の比較動画を紹介したいと思います。私がインドで習っているのは一般的なハタヨガではなく、インドの病院で手術前後のリハビリにも使われるものです。リハビリでは時に器具を使うのと同様、ヨガのレッスン中に椅子や枕などのプロップスも使います。特徴としては、体に故障や不調を抱えている人向けなので、基礎的な動きを地道に繰り返すことが多いため、いわゆる SNS 映えするような派手なポーズは取らないんです。そうですね、例えて言うなら、日本で本物のインドカレーと称されて流行っている食べ物が、インドの一般家庭で食べられているカレー料理とは全く別物なのと同じ感じです。自分がインドで習っているヨガは日本の一般的なヨガとは別物と捉えております。今日紹介するポーズも自分で体の状態の変化を確認したい時にたまに使うけれども、普段はヨガのレッスン中には使われることはありません。私も半年ぶりにこのポーズをとってみました。鳩のポーズっていうのが数種類あって、その中でも初心者向けのポーズなんですが、見たことありますか？画面向かって右側の絵は上級者向けで、これはね、もう全身が本当に柔らかくないと難しいポーズです。私がしてみたのは左側です。初心者向けです。実はこれは数ヶ月前、インドに来る前にちょうど怪我から1年記念として、怪我をして以降初めてこのポーズをとってみました。それ以前、つまり怪我から1年未満はするまでもなく、このポーズに挑戦できる体の状態ではなかったです。初心者向けとはいえ、体の多くの部位の柔軟性と筋力が必要なポーズです。それに手術からしばらくは脱臼の危険性があるということで、今動画にあるこの女の子座りっていうんですか、この座り方っていうのはしちゃいけない足の使い方だったんですよ。鳩のポーズっていうのはこの足の形から発展していくので、危険だなと思ったのでしていませんでした。で、手術して以降、股関節の屈曲と伸展の機能にも制限が出てきてて、それはつまりヨガでいうところの前屈と後屈にあたります。足を前後に動かす機能に制限があると歩幅が狭くなるんですね。それが不便なこともあって、インドに来てからは股関節の屈曲と伸展機能を回復させることも目標にしています。半年前に比べると上半身がだいぶ起き上がってきています。股関節の伸展の機能に加えて腹筋や背筋も回復してきたので、だいぶやりやすくなっています。このポーズには下半身では膝や足首、足の裏の、そして上半身ではお腹、胸、肩、首、上背や腰などの柔軟性が求められます。半年前は股関節周辺だけでなく、全身の関節と筋肉の柔軟性に欠けていたので、この左下の動画のように左足を後ろに伸ばす場合の鳩のポーズの場合は、ポーズを取る前から苦戦しています。左の足の裏やふくらはぎがこむら返りを起こしたりしました。やっと左肘で左足を支えられても、左もも前の付け根が硬くて上半身が起き上がらないし、右手を床から離せず、やっと右手が床から離れても、背中全体と肩周辺が硬いから右手が左手に届かなかったんです。と言っても、それを嘆いていたわけではないんです。
手探りでエクササイズを続けてきて、怪我から1年でこのポーズに挑戦できたことに喜びを感じていました。ですので、先の目標を立てるためにも、膝や足首の柔軟性の確認もしてみました。以前は左右の足を合わすことができたんですよ。怪我から1年半経った今は、半年前に比べるとだいぶ両足が近づいてきました。というか、半年前は左右の足の位置が離れすぎてて持ち上がらず、確認すらできませんでした。今後、どのくらいまで近づくのか楽しみです。何せ、このポーズを取るのは半年に1回だけです。それまでは基本に忠実に、愚直なまでに基礎のエクササイズを毎日繰り返したいと思っています。いつかまたこの鳩のポーズで体の回復を紹介できれば嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。